の光、これが。そう、この世界に終わりをもたらす光。あの輝く羽からまかれた鱗粉が人の文明を覆い尽くし、土に戻してゆく。宇宙世紀と呼ばれた文明を。白いモビルスーツ、あれはガンダムに見える。ガンダムが世界を消し去ろうとしているのか。あんなにあったスペースコロニーも見当たらない。人がこれをやったのか。ガンダムを使って自らを埋葬する道を選んだというのか。アムロ、変えられないことなのか、これは。だとしたら、あらかじめ滅びを定められていたのなら、この世界に俺たちが存在する意味はあったのか。わからないわ。ララ、この世界は命のもの。その問いに答えられるのは命だけ。命。もう一度見てみましょう。かつては私たちもその一部だった命が紡ぐ世界の流れを。グリニッジ標準時23時40分。今、一つの世界が終わり、新しい世界が生まれようとしています。まもなく首相官邸ラプラスにおいて、地球連邦政府主催の改暦セレモニーが執り行われます。私たちは母なる地球の外に自らの世界を築く時代に足を踏み入れました。今宵私たちは歴史の目撃者となります。この幸運を全ての人と分かち合い、去りゆく西暦の時代を感謝と感慨を持って見送ろうではありませんか。そして新たなる世界、宇宙世紀の始まりを笑顔で迎えましょう。さよなら西暦、ようこそ宇宙世紀。地球と宇宙に住むすべての皆さん、こんにちは。私は地球連邦政府首相リカルド・マーセナスです。西暦最後の夜、すべてはここから始まったのね。増えすぎた人をスペースコロニーに住まわせて、人は宇宙を第二のふるさとに。ああ、増えすぎた人をだ。選ばれた人々が地球に住み続けるために、連邦政府は余分な人間を宇宙に捨てた。機民政策、それが宇宙世紀の根本だよ。滅びは必然だったのかもしれない。でもそうでもしなければ、地球は人の重みで潰れていたわ。そうだ。だから時の為政者たちは宇宙世紀憲章にある文言を付け足した。遠い未来に祈りをかけて。なのに祈りは葬られた。それから100年、ある名役のもとに隠されてきた真実。ラプラスの箱が開かれ、真の宇宙世紀憲章が人々の目に触れるその日まで。遅すぎたけどね。でも所詮祈りは祈りでしかない。宇宙に捨てられた人たちが地球に残った人たちに恨みと不満を抱くのは当然のこと。それがジオン独立戦争という形をとって地球連邦に牙を向くのに100年とはかからなかった。
宇宙移民者。スペースノイドの生活の基盤であるスペースコロニーを爆弾の代わりに地球に落とす。弱小のスペースコロニー国家が地球連邦と戦争をしようと思えば、これぐらいのことはやってみせなければならなかったのだろうが。この一撃は永遠に消えない憎悪を地球の人々に刻み込んだ。かつてジオン大君は、人類の革新は宇宙の民たる我々から始まると言った。しかしながら地球連邦のモグラどもは、自分たちが人類の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。1年にわたって続くジオン公国と地球連邦の戦争の始まり。連邦は初戦で大打撃を被ったが、半年余りの膠着状態を経て反攻作戦に打って出た。手ひどい奇襲を受けた側がその痛みから奮起して最終的には勝利をする。歴史の必然だよ。そうね、私も感じていた気がする。白いモビルスーツが戦争の行方を変えてゆくのを。確かに戦局は変わり始めた。多くの多すぎる命を犠牲にして。やらせはせんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせはせん。この俺がいる限りはやらせはせんぞ。何者なんだ。冗談はよせ。意外と兄上も甘いようで。指導者たるザビ家一党を失い、ジオン公国は敗北した。でもそのことが地球連邦を増長させて。顧みろ。今回の事件は地球圏の性質を無双した一部の楽観論者が招いたのだ。デラーズフリートの決起などはその具体的一例に過ぎぬ。地球、この宇宙のシンボルを揺るがせにしないためにも我々は誕生した。誠の力を再びこの手に取り戻すためティターンズは立つのだ。スペースノイドを過剰に弾圧するティターンズが連邦軍部内で台頭し、それを良しとしない勢力エウーゴとぶつかり合った。基地化を進めれば進めるほど反地球連邦政府の組織を育てるだけです。そうだ、ここは連邦軍じゃない。反感を育てるとそれで殺されるぞ。トルの船長さんは黙れ。まったく。これも歴史の必然だろうな。神を捨て国境を捨て、ようやく連邦政府という共同体を手に入れた人類にとって、スペースノイドの独立を訴えるジオニズムは世界を再び分断する毒だ。だからティターンズという毒を持って毒を制そうとした。毒は毒さ。
地球から宇宙の全てをコントロールできると信じていた連邦の傲慢さが醜い内戦を招いたんだ。同じ連邦の人たちで殺し合い。それで連邦の力が衰える気配があれば、ジオンの残党がネオジオンを名乗りリターンマッチを挑んでくるのも道理ではあるが、栄光あるネオジオンの兵士たちよ、かつて我々を暗黒の世界に押し合った者どもは今我々の足元にいる。愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地球圏は我々ネオジオンのものだと。いくら年表をたどったところで人の声は聞こえてこないな。役を与えられた者が役割を話すだけのことだ。でも彼らはそれを自分自身の声だと思い込んでいた。大佐も。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、あと一息諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。同じ光を私も見た。もっと大きな光をだ。だがそれほどの可能性が示されても人は変わらなかった。現状を維持するためなら可能性さえ葬る。それが人間だ。大佐の似姿にされた男、彼の絶望は理解できるわ。宇宙世紀の人は人を殺しすぎたから。狭い地球で封じ込められていた闘争本能が宇宙に出たことで解放されたという側面はあるが、それが原因の全てじゃない。宇宙世紀が戦争の世紀になってしまったのは、旧世紀にはなかった兵器体系が現れて人の背中を後押ししたからだ。それがモビルスーツ。レーダーなどの電子機器を無効にするミノフスキー粒子が接近戦を得意とする人型兵器を戦場の花形にした。でもこのスピードで迫れるダクなんてありはしませんよ。通常の3倍のスピードで接近します。シャアだ。赤い彗星だ。赤い彗星のシャア。ルーム戦役で5隻の戦艦がシャア一人のために撃破された。逃げろ。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。やるなガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。俺を踏み台にした。国力で劣るジオンが連邦と互角に戦えたのは、モビルスーツという発見を前面に押し出したからだ。発見？発明ではなく？モビルスーツはもともとスペースコロニー建設のための作業機械だった。それを兵器に転用してみせたんだから、発明というより発見だよ。ソロモンよ、私は帰ってきた。
ニー建設のための作業機械。身の回りの道具でしかなかったものがある時凶器になって襲いかかってくる。9世紀の頃から繰り返されてきたことだけど、モビルスーツの登場にはもっと深刻な側面があった。落ちろカトンボ。あらゆる電子機器が使えない戦場で生身のパイロットが命のやり取りをする。それはボタンを押すだけで済むハイテク戦争の時代を終わらせ、人間同士がぶつかり合う過去の戦争をよみがえらせてしまった。騎士と騎士が国をかけて戦っていた頃のような、戦場で個々人の力が注目される時代になって、軍や兵の在り方もまた変わっていった。見せてもらおうか、新しいガンダムの性能とやらを。モビルスーツという道具が人の闘争本能を解放するように作用した。宇宙という広大な空間に出て地球で萎縮していた心がはけ口を求めたということもある。コロニーは地球以上に狭くて脆い環境だというのだ。ガンダム地雷かこいつ。まさか撃っちゃうんだなこれが。はけ口を得てはしゃいでしまった人の感性を押しとどめることはできなかった。歴史という結果を見ればそうなるな。こうなっちゃったのよ。こうできちゃったのよ。どうしたらいい？でもモビルスーツがあったからこそ人はこれだけ戦争しても滅びずに済んだのではなくて。確かに核ミサイルの応酬でケリがつく戦争なら人は痛みを感じる間もなく互いに滅ぼし合っていたかもしれない。モビルスーツ同士の戦いは人に痛みを感じさせる。若く純粋な心にこそより強くその痛みを感じられるものこそ。立ってくれ。立てよ。モビルスーツの開発でジオンに遅れを取った連邦が最初期に作り出した機体ガンダム。なんていうことだ。あのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのか。時々の最新技術を盛り込んだフラッグシップ機でありながら、しかしガンダムと呼ばれた機体が正規に運用された事例は少ない。そうよね。最初のガンダムもまだ子供だったあなたが勝手に乗り込んで。二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。もうやらないからな。誰が二度とガンダムなんか乗ってやるもんかよ。俺はブリッジに行く。アムロ、今のままだったら貴様は虫けらだ。俺はそれだけの才能があればシャアを超えられるやつだと思っていたがな。残念だよ。シャア。ブライトさん、ブライトさん。アムロ、ガンダムに操縦方法の手引き書ってあるんでしょ？え？私ガンダムに乗るわ。自分のやったことにうぬぼれられない人なんて嫌いよ。今日までホワイトベースを守ってきたのは誰でもない俺だって言えないアムロなんて男じゃない。私フラウボー、ガンダムの操縦は君には無理だよ。アムロ、悔しいけど僕は男なんだな。行きまーす。
そうだ、いつだって若者がガンダムに乗り込み、目の前の脅威と戦ってきた。誰に命じられたのでもなく、自分の心に従って。そうだ、僕は敵じゃない、味方だ。何の見境もないんだから。ガンダムは人間一人一人が決して無力な存在ではないことの証なんだ。戦争やそうしたことごとを生み出してしまう人の世の理不尽に対して。ふざけるな。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。アクシズの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。ここから出ていけ。ヨナバスタナラティブガンダム行きます。何、ガンダムかい。こいつ落ちていく。世界を揺るがすほどの力を持ちながら体制に組みすることを知らない白いモビルスーツだから恐れられ伝説になった。ブーツは真後ろよ。ウッソ了解。 V モード軸合わせ。理不尽には抗え、屈するな、そう教えてくれる一方で、ガンダムという伝説はいらぬ野心を育ててしまったということもある。ガンダムのパイロットたちは宇宙に適応した新人類、ニュータイプが実在することの証も立ててしまったから。大佐、ガルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。何？不幸だと？そう、不幸だ。さあ、お前は？君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。宇宙で暮らすようになった人はその感性を拡大させて誤解なく分かり合えるニュータイプになる。父ジオン大君が提唱したニュータイプ論をねじ曲げ、独立戦争に利用したザビ家一党を倒す。それがキャスバルことシャア・アズナブルの目的だったのに。ジオン公国に栄光あれ！アムロのガンダムと戦ったことで変わってしまった。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ？
ララーと出会ったこともシャアには大きかったろうな。人の革新、ニュータイプの実在を証明するのにララー以上の人はいなかった。大佐は誤解していたのよ。その入り口に立ったというだけで私たちは本当のニュータイプじゃない。だから大佐いけません。何？アルテシアか。シャア覚悟。大佐！ラロ！人は変わってゆくわ。私たちと同じよ。そうだよ、ララの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。これは私たちの間だけで起こったこと。ああ、全ての人にこの感覚を伝えることはできない。だからシャアは苛立ち、全ての人がニュータイプになれる道筋を作ろうとした。そのために一度は俺たちと一緒に戦った男が結局は絶望だけを育てて。なんでこんなものを地球に落とす？これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるなどと。私シャア・アズナブルが粛清しようというのだ。アムロ、エゴだよそれは。地球が持たん時が来ているのだ。大佐だけじゃない。ニュータイプという幻を追って多くの人が。強化人間、人工的にニュータイプが作れるなどと。一年戦争で多くの戦災孤児が残されたばかりにこんな研究が続けられてしまった。身寄りも逃げ場もなく、まるで実験動物のように。こいつは。まさか。その白いやつは私を苦しめるために作られたのか。そうなのか。未成熟だ。不安定であるほどニュータイプ的な感能は得やすい。そんなデータだけが一人歩きをして多くの子供たちが犠牲に。それだけじゃない。そのように設計されて人工的に生み出された子供たちもいるわ。それも一つの設計図からたくさんの同じ命が人形をコピーするように。トゥル12、あなたの名前でしょ。返事をなさい。
マスターの指示には従うものよ。量産型キュベレ、あなたたちの乗っていたマシンね。人工的に作られたニュータイプ。でも作られた体でも宿った心を消すことはできなかった。一緒に空へ帰るんだ。俺と来い。俺を一人にするな。彼らが得たニュータイプの官能が偽物であったわけでもない。見つけた、お兄ちゃん。自然に進化するのを待っていたら世界は人の愚かさで潰れてしまう。だから強化人間の研究はあっていいと大佐は言っていたけど、シャアのような男までがそういうのもニュータイプとされる者たちが無力だったからだ。限りなくニュータイプに近づいたガンダムのパイロットたちも世界に働きかける力を持てなかった。大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。悲しいね。撃てません。生まれだけよかったんだ。苦しむだけの命なら最初から。俺たちは何のために。彼らが示したのは可能性だけだった。ニュータイプは撃墜王と同じ意味の言葉になり下がり、ジオンが語る人の革新という思想は忘れられていった。ニュータイプは飽きられたんだ。その言い方は全部が正しくはないわ。この時代、人はニュータイプがもたらす奇跡を何度か目撃している。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。体を通して出る力、そんなものがモビルスーツを倒せるものか。俺の体をみんなに貸すぞ。彼らにしたってやろうと思ってやれたことじゃない。サイコミュ、サイコフレームといった発明がニュータイプの入り口に立つものをより代にしてこの世界に干渉するエネルギーを引き出した。人の思いが人の意志が力となってゆくのか。これがニュータイプ。あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。この温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろ。まだ進化の準備ができていないオールドタイプには過ぎた力だわ。命が持つ本当の意味も分からずに生と死の海面を破ったりしたら。フェネクスの光。自らを滅ぼしかねない過ぎた力。そうだな。人はニュータイプを忘れたんじゃない。忘れようと努めたんだ。ジオンの名前ともども。でも宇宙に捨てられた人たちと
地球に残った人たちとの確執は残ったまま。不完全な世界に改革を促すためには別の言葉が必要とされた。しかし地球の再生には莫大な時間が必要になってしまった。人類はもう未来永劫この宇宙を住処にしなければならんのだよ。はい。にもかかわらず地球に戻った連中は宇宙に残った人々を捨てる帰民政策を実施してしたし。でもおじい様のおっしゃる貴族主義でも差別は生まれるのでしょう。高貴なものが持たねばならぬ義務というものがあってな。はい。例えば戦場でも一般庶民たちは怖いと言って逃げ出してもいいが、達党規模の貴族は血を流すことを恐れてはならず先陣に立たなければならない。人は平等ではない。人権は平等だが同じ人間は2人といないのだ。そして何よりも人類と世界を治めるのは自らの血を流すことを恐れない高貴な者が飾るべきなのだ。それぞれのスペースコロニーが自分たちの独立を望んで勝手に戦争を始め、宇宙は戦国時代になってしまいました。この混乱をまとめ収めたいというのが私の考えなのです。スペースコロニーでギロチンを使ったことでザンスカール帝国はあっという間に新国家の建設ができたのだよ。その意味を伯爵は読み違えていらっしゃる。ならやってみるがいい。人が赤子になるというか。そうでありましょう。リングサイクルで拡大された意志にとらわれた人々、いや生物の全ては皆赤ん坊のようになります。その姿がどういうことか女王はお分かりになっていらっしゃらない。闘争心がなくなり眠りの状態が1年続いたら生物はどうなりましょうか。争い血を流す人々よ。そのような恐怖と絶望の中に自分の肉体を投げ入れることはないのです。そのようなことで肉体を焼いて得られるものなどは何もありません。私は穏やかな人類を地球に再生したいのだ。しかし戦争しか知らぬ連中は殺し合って全て消滅すればいい。貴族主義にギロチン、どれも古い言葉だ。過去にすがろうとしたものは滅びる。それも歴史の必然なのに。こんなことで失われていった命が一体いくつ。こうした争いが宇宙世紀を衰退させていった。ならこれも当然の報いということか。この世界に生まれ出た時から人は争い、地球を食いつぶし、宇宙に出ても争うことをやめられなかった。誤った文明を自らの手で埋葬する。それが人が世界に示せるたった一つの善行だったのかもしれないな。ララ、アムロはせっかちなんだから。よく見て、あれは人を滅ぼす光じゃない。かつてあなたとシャアが呼び込んだのと同じ光。生きようと願う命の光。命の？終わりじゃない。ほら。
僕は何を見ているんだ。一つの文明の始まりから終わりまでせいぜい1万年と少し。人が作ったものなんて10万年も経てば塵も残さずに消えるわ。100億の時を数える宇宙で私たちがいくつ目の世界を生きていると思って。それは無限に続く螺旋階段のようなもの。果てない円を巡り続けていつか高みに至る。無駄なものなんてない。高みに至るために全ては不可欠なことごと。まだ見落としている景色もあるはずよ。これらが未来に別の意味を与えていくことだって。人も地球も繰り返しに委ねる、そのための光。人の命の輝きよ。白いモビルスーツをより白にして。ガンダム、人が無力ではないことの証。いくつもの時代を超えて全ては繰り返す。心臓が鼓動をするように人も宇宙も。ああ、ララいるのかい。ここにいるわ。アムロ、何が見えて。僕は世界を、永遠を見ている。まだ怒りに燃える闘志があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ。正義の怒りをぶつけろ。ガンダム機動戦士ガンダムガンダムよみがえ